どうも皆さん、カイトです。リトルウィッチノベタというゲームをご存知でしょうか？こちらは2020年6月24日に Steam にてアーリーアクセス版としてリリースされているゲームになります。こちらをクリアまでプレイしたんですが、ソウルライクを味わえる可愛い魔女子でしたね。非常に安くダウンロードできるものの、アーリーと思えないボリュームがとても楽しめました。今回はリトルウィッチノベタというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。またこの動画にはネタバレが含まれますのでご了承ください。では早速やっていきましょう。まずジャンルになるんですけど、遺跡探索の魔女っ子ソウルライクになります。スタミナ、生命力、魔力を管理しながら遺跡の中を駆け巡り探索をしてボスに挑むというのが大まかな流れです。攻撃方法としては、遠くの敵にはロックオンしてからの魔法発射、めちゃくちゃ近づいての杖でのタコ殴りというのが選べます。移動動作に関してはダッシュから回避、そして2段ジャンプなどのソウルライク特有であり、そしてノベタがヌルヌルに動きます。これが一番プレイしやすかったんですよね。次にストーリーを説明すると、魔女っ子ノベタは自分にまつわる謎を知るために一人で古城という遺跡に訪ねることになります。そこでは強大な精魂との戦い、そして新しい魔法とスキルの習得、不思議な黒猫ちゃんとの出会いで物語が進みます。古城という遺跡には一体どんな秘密が隠されているのかってお話ですね。そしてこのゲームの魅力なんですが、1、ゴリ押しが通用しないソウルライク。マジで一言で表すと、ノベタが普通に可愛いにつきますと。それは置いておいて、遺跡探索して秘密を暴くということでガンガン中に入って探索すると普通にやられるのがこのゲームの特徴。マジでやられまくって覚えるといういわゆるデスゲーの部類ですね。精魂という幽霊や人形に魂が入り込み敵として襲ってくるのがわんさかいるのですが、魔法を使うのを面倒がって杖でガンガン言ってやるよっていくと負けるんですよね。ゴリ押しで通用するのは序盤だけであって、後からの敵はノックバックをほぼしないので、杖での攻撃中にダメージをもらって回避不可とかがザラですね。ちなみに相手の攻撃に合わせて杖で攻撃するとパリーもできるので覚えておくと良いですね。魔法の種類としてはアーケイン、アイス、ファイヤー、ライトニングの4種類であり、それぞれの名前の通りの性質なので使いやすいので使うのが良いかなと。アイテムも色々と道中で保持できるんですけど、使うタイミングが超重要で、相手が攻撃してこない最高のタイミングで使わないとハメコンボを食らって抜けられなくなります。理不尽に。身体補正としては女神というセーブポイントが随所で散りばめられているので、ここで敵を倒した時に得得できるソウルで能力ぶりが結構熱いポイントかなと。私は魔法を主力にしたかったので、詠唱速度アップの器用と魔法攻撃力増加の精神になるべく曲振りをしていましたね。マジで後半になればなるほど依存度がやばい魔法攻撃。2、個性的なボスがかっこよくて、そして可愛い。遺跡探索で出てくるボスといえば指令系が多いのかと思いきや、かっこいいゴーストアーマーからパペット使いのターニア、ありえない強さのモニカなどダンジョン内と思えない敵が数多くいます。特にターニアとモニカのとの掛け合いは楽しく、初めて見た瞬間にどういう戦いをさせられるのかと考えさせられましたね。そう思った瞬間に恐怖を植え付けてくるのがまたいい味出してるなと。そしてアーリーラストのモニカに関しては、第一形態からの可愛いクマでの模範的な強さで必死の思いで倒した瞬間での巨大モニカで一度メンタル持っていかれました。可愛い見た目がどうでもよくなるほど。ここでありえないぐらいのデス数を稼ぎ出したので、難易度がブーストしたかなと感じ取られましたね。ですがトライアンドエラーを繰り返すことで倒し方が分かり突破できた時はやってやったぜでパソコン前で発狂しました。これがソウルライク。3、クリア時間は5時間かからないぐらい。探索をある程度しながらノベタに補正をかけながらラストボスまで倒すまでに4時間ぐらいで、裏ボスを倒してまでは5時間かからないぐらいでクリアできるかなと。難易度はアドバンスとスタンダードで選べるのですが、雰囲気を味わいたい方は絶対にスタンダードをおすすめします。じゃないと放り出す可能性結構あります。マジで途中で積みますんで。値段も900円程度でがっつり遊べるので、ウィッシュリストに入れて温めておくのもいいですね。4、2022年に正式版がリリースされる。10月1日の東京ゲームショー2021オンラインで正式版が2022年にリリースされることが決まりました。やっ
ったね。主人公ののび太をはじめ敵であるターニア、モニカ、そして新キャラバネッサにボイスが入ることになり、より臨場感を味わえるようになっています。声優さんについては VTuber グループのホロライブさんが参加されているということなので、あちら側の界隈はかなり盛り上がっていることでしょう。正式な発売日は決まっていませんが、Steam、Nintendo Switch、PS4 のマルチプラットフォームで展開されるそうなので、気長に待つのが良いですね。いやー楽しみ。以上になります。可愛い魔女っ子で謎に迫るソウルライク、リトルウィッチのべた。アーリーアクセスの中でも値段以上の面白さを体験できるので、皆さんも正式版の前に遊んでみませんか？きっとのべたの可愛さとモニカの理不尽な強さに笑ってしまいますよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、またの機会に。カイトでした。